さて、今回は前回に引き続き京都府にある丹後半島、この伊根町を出発し、険しい海岸線を越えて碇峠を目指します。そして最後に天橋立に戻ります。それでは船屋の里公園からスタートです。海が見えてきました。これはいいですね。小さな入り江に釣り人が一人、のんびりとした時間が流れていますね。なんだか贅沢な空間です。小さなトンネルが見えてきました。トンネルを抜けると、小さな展望台が、この雰囲気、そしてこの見晴らし、どこまで見渡せるんでしょうか。これは若狭湾の半分は見えてそう。素晴らしい見晴らしです。これだけ見通せる場所は珍しいですね。なんだか得した気分です。都での待つ見晴らし台。都でって何でしょう。海沿いの田舎道から178号線に戻ってきました。落石ガードのある険しい海岸線です。柱が三角形に変わりました。作られた年代によって形が違うみたいですね。このデザインは新しそう。この辺り、実は少しずつ登る坂道で、意外と100メートルぐらい登っています。景色に見とれて知らない間に疲れます。
向かい側に道が。すごいところですね。なかなかないですよ。素晴らしい風景。面白い感じに撮れています。この辺りから山岳道路みたいな雰囲気になってきました。実際は海抜100メートルぐらいですけど、背の低い木々たちが雰囲気出してますね。木が低いのは冬の日本海が荒れているからでしょうか。左に曲がるとすごい光景が。垂直に切り立った崖。まさに断崖絶壁。道路が空中に浮いているような不思議な浮遊感がありますね。なんとなく足がすくむ感じがします。伊根町から京丹後市へ、市の境目ですね。海の背景と木漏れ日が綺麗です。おや、バス停がありますよ。こんなところにバスが止まるんでしょうか。なんだかいい風合いになっていますよ。さて、時刻表はどうなっているのでしょうか。なんと1日2便ずつ来るようです。ここにバスで来る理由は何でしょう。この景色でしょうか。海を背景にこの木も印象的ですし、それともここから歩いていってさっきの断崖絶壁を見に行くのでしょうか。謎ですね。乗客に聞いてみたいです。さて、このトンネルを越えると険しい海岸線道路は終了です。こちら側は道路を広げる工事中のようです。正面の尖った山には灯台があるみたいですね。どんどん下っていきます。
ここを右へ行くと東大へ行けるようです。広く開けた海岸に出てきました。しばらく行くと何でしょう、緑の建物があります。そして黒い壁。この怪しげな佇まいは、これは一体。合衆国区域、なるほど。在日米軍基地ですか。道理で厳重なわけですね。まだありますよ、緑の建物。こちらは航空自衛隊の基地みたいです。巨大アンテナ基地ですね。小松空港の小松基地にも同じような高いアンテナが立っていた気がしますが、ここから通信し合っているんでしょうか。ようやく今回目指している峠の麓までやってきました。それでは怒り峠スタートです。張り切って参りましょう。しばらくは川のそばを登っていきます。ナビゲーションに×がついています。急坂が続きます。斜度 10% 超えです。急坂に入って 1km 来たでしょうか。民家が見えてきました。これで傾斜も緩まる？いや、むしろ傾斜が増してます。人が住んでいるところの方が急だとは。ごめん、一旦休憩。って誰に？自分にか。罰が悪いため水分補給。先もまだまだ急坂が続きそうです。この辺り 18% ですよ。ようやく急坂を乗り越えたようです。はい、ここでまた休憩。なんだか常に 12% 超え。
は 18%。 またもや一旦休憩。ある意味慣れてきましたよ。これまで足を残しておけばと後悔しますね。レベル2って書いてあったのにな。何やら看板がゴールまでもう少し。石がコロコロしていますが、不動652号線です。おお、これはどうやらゴールのようです。怒り峠到着です。18% を超える急坂区間もあって、レベル3でもいいような気がしますが、峠線の推奨ルートとは別のルートから来てしまったようです。怒り高原牧場まで 0.5km の表示。この先に牧場があるようです。もう少し進んでみましょう。あれっぽいです。おお、辺り一面放牧地が広がっています。海の方まで見えていますね。木がないので見晴らし最高です。牧場と海の景色が広がっています。あれは登り始めた海岸ですね。こっちの丘も放牧地のようです。丘のふもとにはちゃんと牛さんもいますね。さて下っていきましょう。下りはあっという間です。ここは石を踏まないように注意ですね。激坂民家エリアですね。コンクリートの坂を下っていきます。ふもとまで降りてきました。スタート地点に到着です。ここまでで約 50km 走りましたが、さっきの峠は一気に足にきました。右手に展望台があります。おお、なかなかの景色です。丹後松島、日本三景の松島に似ている。確かにこの辺りが松島の島々っぽいです。さっきの基地が見えます。あれ、何か動いてません？お馬さん、こんなところに放牧されてます。なんだか和みますね。
立岩に到着。あの岩のようですね。大西古墳群というのがあるんですね。あの橋を渡っていくのでしょうか。木製の橋みたいですね。向こう岸に何かありますが、何でしょう。なんだか魚の背びれみたいな岩がありますね。それでは歩道を歩いていきましょう。立岩。マグマが冷え固まった岩なんですね。砂浜に大岩。柱状の割れ目、柱状節理ですね。縦方向に揃って割れてますね。こっちには聖徳太子とお母さんの像があります。一時こちらに住んでいたそうです。ちなみにここの地名泰沢、そのお母さんの名前ハッシーズドに由来するそうですよ。1000年以上前の記憶が地名に残っているなんてすごいですよね。唐突ですが、今回気になるポイントの一つ、これまで走ってきた道沿いにはコンビニがないんです。皆さん補給には困りますよね。それを補うかのごとく設置されているのがこちら、生活応援団の自動販売機。これがたくさん設置されています。ここもここもここも。喉が渇いたなという時にタイミングよく現れるこの自動販売機、コンビニの代わりにめちゃ応援されてます。ぜひ活用したいですね。さあここで補給したら天橋立まで戻りますよ。ここに気になる場所が。山がないのにトンネルが見えてきました。おお、これはこのトンネル、両側に山がないので壁に窓があります。この不思議なトンネルはスノーシェルターといって、冬の間雪で道が埋まってしまわないためのトンネルだそうです。雪が吹きだまりになる場所に設置されるトンネルのようですね。ようやく町まで降りてきました。ここまで来るとコンビニもありますね。天橋立の北側に戻ってきました。うぎゃ、これは何ですかね。朝は気づかなかったんですけどね。観光船の乗り場へ続く道です。ここから見えるのは内海側の阿蘇海です。さあ天橋立を通って急ぎ戻りますよ。なぜなら温泉に浸かるため。
うわ、人が増えてますね。ようやくここまで戻ってこられました。今回は丹後半島を一周してきましたが、総距離 100km の道のりでした。さあ、こんな時にはゆっくり温泉にでも。スタート地点の天橋立駅には駅前温泉があります。立ち寄ってみましょう。その名も知恵の湯。それでは入館。中は屋内のお風呂だけじゃなくて、外にも露天風呂スペースがあります。やっぱり一日中走った後の温泉は最高です。休憩室でもゆっくりできました。そしてお風呂上がりはこれ、天橋立プリン。銭湯を利用した人は中で食べてもいいそうです。お店の人の話では半分まで食べて、あとはよくかき混ぜて食べた方がいいそうです。シロップが濃いので半分混ぜた方がおすすめなんだとか。あとお店の人の話では、プリンを売り始めた頃はこのスプーン、アイスのスプーンみたいなものがついていて、すくえずに食べにくかったそうです。どうやって食べていたんでしょう。さて、ところ変わって最後に天橋立が見える桜山展望所に行ってみましょう。ここはあまり観光客の来ない隠れた地元の展望所って感じです。ちゃんときれいにされていますね。標高はないですが、展望はどうでしょうか。結構近くに見える感じですね。街並みがはっきり見えます。さっき通っていた駅前の通り、駅には特急橋立が止まっていますね。ここは観光客も少なめで、少し登るだけですぐ来れますし、急いでるけどちょっとだけ見たいって場合はいいかもしれません。最初の登りは急階段です。落ち葉でサクサクいってますが、落ち葉で滑って落ちないように。単線の踏切を除くと駅が見えますね。のどかな感じです。電車の旅もいいですね。関東を一周し、スタートした文殊浜公園に戻ってきました。今回の峠の旅はいかがだったでしょうか。若狭湾を一望できる都出の松見晴台、断崖絶壁のワインディングロード、碇峠は予想外に激坂でしたね。最後は温泉に入ってプリンが食べられて本当に良かったです。それではまた次の峠でお会いしましょう。さようなら。